球の皆さんこんにちは、月くんと申します。今日はニュージェネウルトラマンのフュージョン形態でまだ後輩たちから力をお借りされていない主なウルトラマンたちがもし力をお借りされるならばこの組み合わせが見たいぜという動画です。2022年の次のウルトラマンはおそらくですけどさすがにフュージョンはないと思いますので実現するのはかなり先になると思いますけど、もし今日の動画の組み合わせで実現したのがあったらその時コメント欄で褒めてください。はい、まずニュージェネ以前の独立したシリーズを持つウルトラマンで、なおかつニュージェネウルトラマンの映像作品に登場したフュージョン形態でまだ力をお借りされていないのがこのご覧のウルトラマンたちとなっています。誰もが知っている U40 最強戦士ウルトラマンジョニアス、女の子にモテモテウルトラマン80、大気汚染に敏感ウルトラマングレート、眠っている領域にタップウルトラマンパワード、有志司令部の同僚も紹介してほしいウルトラマンネオス、ハードモードの地球を守りましたウルトラマンネクサス、めちゃくちゃな敵多すぎウルトラマンマックスで、例外としてシリーズはないんですけどメンヘラ中二病おじさんウルトラマントレギア。フュージョンファイトとかのゲームではこの人たちの力をお借りしたウルトラマン多分いると思うんですけど、本編ではまだいないんですよね。どんな組み合わせのフュージョンが来たら熱いか一人一人見ていこうと思うんですけど、まずはウルトラマンジョニアスから。ここはウルトラマンタイタスとマッチョコンビでフュージョン来たらシンプルに熱いですよね。ジョニアスにとってかつての仲間が敵になってその息子がタイタスですから、その2つの力が合わさるというのがすごくいいですよね。そうなってくると力をお借りする側も U40 出身のウルトラマンがいいのかなとも思います。あとはウルトラマンゼロとのフュージョン。最近ゼロとジョニアスは新たな師弟関係みたいになった2人なんで、オーブのバーンマイトとかジードのソリッドバーニングみたいな感じのパターンでこれもいいかなと思います。特にゼロはフュージョン系で引っ張りだこですもんね。超実力者の2人ですので、どんなウルトラマンが力をお借りしてもサンダーブレスターとかマグニフィセントみたいに強形態待ったなしでしょうね。ジョニアスはどういう組み合わせになるにしてもパワー系とか強い形態で力をお借りされそうな気がしますね。次はウルトラマン80先生なんですけど、なかなか難しいですね。指定コンビパターンとしては初代ウルトラマン、昭和3期コンビのジョニアス、あの有名エピソードつながりでメビウス、この辺りがパッと思い浮かぶんですけど、どの組み合わせも戦闘スタイルが見えてこないですよね。80といえば多彩な光線技とアクロバットな戦い方が特徴ですけど、さっきの3人だと戦闘スタイルが噛み合わない気がします。ジードのアクロスマッシャーとかオーブのハリケーンスラッシュ的なポジションのスピード系の時に力をお借りするのが似合うと思うんですけど、誰かいいペアを考えてください。初代ウルトラマンとフュージョンで光線技斬撃技強いみたいなのもありかもしれませんけど、次はウルトラマングレートとウルトラマンパワード。同じ海外組なんでそのままこのコンビで力をお借りするのがシンプルですよね。あとは同じ海外組のリブットで、リブットはこの2人とは師弟関係でもあるのでめちゃくちゃありかとは思いますが、どの組み合わせもちょっと地味ですよね。月群的にはグレート&パワードは一応世代でもありますし、リブットもデザインめっちゃ好きなんで個人的には実現したら嬉しいんですけど可能性はほぼなさそうですよね。もし力をお借りされることになったとしても誰かメジャーどころと無理やり組まされることになりそうな気がします。リブットがパワードとグレートの2人から装備を授かってるんで力をお借りしているという捉え方もできなくはないかなと思います。次はウルトラマンネオス。ネオスが所属する有志司令部の司令官らしいウルトラセブンの父つながりでウルトラセブン、もしくは見た目や構えが似ている初代ウルトラマン、昔いろいろあったコスモス、そして海外に向けての活動という意味で後輩のウルトラマンリブット、この辺りですかね。セブン以外は見た目が似すぎているのが気になりますね。けどそれぞれの能力的にどんな戦士になるのかイメージがつきやすくてどれも悪くない組み合わせな気がします。候補のウルトラマンたちは割とシンプルめが多いので、力をお借りする側のウルトラマンは割と派手めなウルトラマンで、ネオスと誰かの力をお借りした形態はシンプルな見た目に変わるみたいな感じだとそれぞれの良さが引き立ってウィンウィンウィンな感じになるような気がします。次はウルトラマンネクサス。
ウルトラマン Z のティガ、ダイナ、ガイアの力をお借りしたガンマフューチャーみたいな感じで、ハイコンセプトウルトラマンのネクサス、マックス、メビウスでの変身がまず見たいですよね。ちょっと能力的な想像はつきにくいですけど、あとは客演した時に共闘した X とか、ハイコンセプトと3部作の1作目コンビでティガとか、うつ展開つながりでレオとか、いろいろありますけど、いずれにしてもめちゃめちゃイケメンになりそうですよね。力をお借りする側のウルトラマンのデザインにもよりますけど、ネクサスのデザインが非常に特徴的なので、誰と組んでも分かりやすくかっこよくなりそうですね。次はウルトラマンマックス。ネクサスと同様にハイコンセプトウルトラマンのトリオの変身とか、客演した X との組み合わせが見たいですよね。あとはシンプルにセブンタイプなのでウルトラセブンとか、あとは超能力というか何でもありというか、いろんなことができる能力つながりでダイナのミラクルタイプとかもありえそうですよね。実現したらめっちゃ強そう。誰とフュージョンしてもやっぱりマックスの力をお借りするとなると強い形態になってほしいですよね。ただセブンタイプのウルトラマンは特徴を出すのがかなり難しそうなので、オーブのスペシウムゼペリオンにおける初代ウルトラマン要素とか Z のガンマフューチャーにおけるダイナ要素みたいにほぼ外見的な特徴はないみたいにならないか心配ではあります。最後はウルトラマントレギア。これはやっぱり何といっても太郎、そして太郎とか、あと他には太郎とかもいいですね。あと太郎とか。真面目にいくとその太郎の息子でトレギアともいろいろあったタイガ、あとは元上司で同じブルー族の光なんかも見てみたいですね。ベリアルがあれだけお借りされまくっているので、今後もフュージョンがあるとしたらトレギアもいずれ誰かにお借りされそうですよね。使いこなすのが難しくてちゃんとしてないと逆に闇落ちしちゃう的な厄介で強力な能力という立ち位置で登場してほしいですね。まあ力をお借りする側のウルトラマンは大変でしょうけど。とまあこんな感じでまだ力をお借りされていない主なウルトラマンたちという動画でした。フュージョンはかっこいいし、もちろん魅力的ではあるんですけど、設定とか力をお借りしなければならない理由とか、その辺ちゃんとしないといけないと思うんで、今後もしそういうウルトラマンが登場するのであれば、その辺どうなるかとか、今回紹介したようにその組み合わせがどうなるのかとか、いろいろ楽しみですね。ここまで見ていただいてありがとうございました。さよなら。